私とスデモンクくんのまとめ。はい、皆さんこんにちは。今日はポエ2 0.3 を私と一緒に戦ってきてくれたこのスデモンクくんのまとめ動画にしたいかなと思います。0.1、0.2、0.3 とポエ2をやってきたんですけれども、私は基本的に自分が選んだファーストキャラをどこまで強くすることができて、どこまで愛せるかっていうことをテーマによく遊んでるんですけれども、今回のスデモンクは本当にたくましくなってくれて、本当に最高のパートナーとなってくれたと思っています。このスデモンクくんなんですけれども、最初の動画の頃はまだレベルが98だったんですよね。そして最終形態とは違った構成をしていました。例えばウィンドダンサーでパワーチャージを取得したりしてましたね。そしてその後このスデモンクくんも 0.2 前回のアマゾンさんと同じくレベル100までしっかり達成してくれて、その後最終形態、人外化してくれましたね。今回は以前の動画からの変更点や今までアトラスパッシブなんかもね紹介してこなかったっていう部分もあるんで、その辺なんかもお伝えできたらなと考えています。それでは行ってみましょう。はい、じゃあまずスキル構成に行きたいかなと思います。まとめ動画なんで1個ずつ行きたいと思います。まずこのねアセンダンシのエレメンタルエクスプレッション、こちらの方なんですけれども、抗体3、元素ダメージ集中、嵐の連鎖、クリティカル集中、そしてここ今までのと変わったんですけれどもバウンティ2を入れています。このバウンティ2なんですけれども、私の装備でこのチャームですね、黄金のチャームを3つ今回使っているんですけれども、このチャームのチャージをね早めたいと、ただただそれだけで今回入れることにしました。あと装備のところでも説明するんですけれども、 MF ビルドっていうものを動画にしてから装備のモッドにアイテムレアリティの増加を何個か入れてるのと、この黄金のチャームですね、これでレアのモンスターを倒した時にこの黄金のチャームが発動するんですけれども、これ3つ入れててもレアモンスターを結構増やして遊んでるんで、チャージをどんどん貯めていかないともったいないことになってるんですよね。なのでこのバウンティ2を入れてる次第となります。で次がこのテンペストフラリー、これがメインですね。リグワルドの獰猛、アタックスピード増加2、クレッシェンド2、憤怒3、コスト軽減2、ここはずっと変わってないのかなと思います。で装備品を更新したことによって、この通常ストライクっていうのが今31万5000ぐらいあって、アタックスピードがね 14.93、15を切っちゃってるんですけども、これでも全然今は問題ないなという形です。あとはこのクリティカルヒット率ですね、これが 78.87% に下げてるんですけれども、今までよりも下がっちゃったんですけれども、これは後々説明するこのチャージレギュレーションですね、このチャージレギュレーションで 100% にギリギリいくっていう風にはしてあるんで、全く問題ない数値かなと思っています。で第4ストライクまでいくと53万9000なんですけれども、これ戦ってると余裕で何回も今まで言ってきてるんですけども、数百万の DPS になるんで、全くこの辺は問題ないのかなと思います。ここの31万5000もこの通常ストライクを引用してるだけなので当てにしなくていいのかなと思います。でこのスタッカリングパームですね、スタッカリングパームはノバの投射物、究極の一撃にエイリスの鐘、スタンに長弾2を入れています。このスタッカリングパームでパーンって敵を叩くんですよね。叩いたら敵がヘビースタンをするんですよ。ヘビースタンをしたらこのスタッカリングパームの投射物が四方八方に飛ぶようになるんで、最大で30秒溜まるんですけれども、この30秒間はテンペストフラリーをねバーってやってる間に周りの範囲攻撃を投射物でしてくれるっていう形になるので、めちゃめちゃ強い構成となっております。で戦っている時にねスタッカリングパームのね残り秒数が5秒以内ですね、3秒2秒とかになってきたらもう一回敵をスタッカリングパームでねヘビースタンさせて、30秒ぐらい貯めれるようにしといて、30秒ぐらい溜まったらどんどんまたこうやってね30秒間走り回ればいいのかなと思います。で次フォーリングサンダーですね。フォーリングサンダーが究極の一撃に無理の代償、電撃薬品、クリティカル集中、元素ダメージ集中で構成しています。フォーリングサンダーはマップ中ではほとんど使わなくて、ボス戦の時に効果を発揮します。
究極の一撃2とね、無理の代償、この2つを使ってここにあるねゼロっていうものがあるんですけども、テンペストフラリーでボスを攻撃してるとコンボが溜まっていきます。コンボが溜まっていった時にボンって押すとね、とんでもない力を発揮するという形になります。でこのフォーリングサンダーはパワーチャージを消費するんですよね。このパワーチャージの溜め方もこの後出てきます。で次、チャージドスタッフですね。チャージドスタッフもパワーチャージを必要とするんですけれども、電気刺激、元素武装に持続時間延長にチャージ温存で、ここでもバウンティ2を入れています。正直入れるものがないものに対してバウンティ2を入れてる感じに今はなっています。で次、ヘラルド・オブ・サンダーですね。カリングストライクに元素ダメージ集中、ディアーラの欲望、デッドリー・ヘラルド、元素武装に、ここで今までと変わったのはこのディアーラの欲望とデッドリーヘラルドですかね。これは試しに入れてみたんですけれども、結構うまく機能してるんでこの2つを採用しています。このディアーラはねポロポロ落ちてたんでいつも売ってたんですけども、試しに使ってみたらまあいいかもしんないなという感じで入れています。で次、このクリティカル時キャストなんですけれども、プロファンリチュアル、無尽蔵のエネルギーにチャージ追加付与にアンリーシュ、上限超過2を入れています。このクリティカル時キャストっていうのはもう名前の通りなんですけれども、クリティカルヒットをした時に発動するものになるんですけれども、クリティカルヒットをした時にこのプロファンリチュアルでパワーチャージを獲得するようにしています。なのでさっき言ったこのチャージドスタッフとかフォーリングサンダーですね、この辺を上手に活用するためにはクリティカルヒットをしなきゃいけないんですよ。で最初の方に戻るんですけれども、今テンペストフラリーのクリティカルヒットが 78.87% ですよね。78% あればマップ周回の最初の方でも結構早めにクリティカルヒットは与えられるので、すぐにパワーチャージを獲得することができます。そしてね、このクリティカル時キャストでパワーチャージを獲得したら、この下チャージレギュレーション、こちらの方でパワーチャージを持っている時にクリティカルヒット率が 27% 上昇するんですよね。ということはクリティカルヒットを与えた瞬間にパワーチャージを獲得するんで、そのパワーチャージでクリティカルヒット率が 78.87% から 100% になるんですよ。 100% になるともうひたすらこのクリティカル時キャストがね発動しますんで、パワーチャージ取り放題になります。そうするとこのチャージドスタッフとかね、フォーリングサンダーがねどんどん強くなっていくこととなります。でここまでが攻撃面のところだったんですけれども、次防御面ですね。防御面のところでウィンドダンサー、ゴーストダンスを入れています。ウィンドダンサーの方は効果範囲拡大に重傷、盲目にクールダウン解消に憤怒3を入れています。この憤怒3なんかはね特に入れるものがなかったんで適当に入れてる感じで、それ以外のところもねあんまり意識して入れてる感じではないので、好きなものを入れてみてもいいのかなと思います。でゴーストダンスですね。ゴーストダンスの方は持続時間圧縮2とクラリティ2を入れています。このクラリティ2とチャージレギュレーションのプレシジョン1はスピリットに余裕がある人は入れてもいいのかなと思うんですけども、これは別になくてもいいかなと思ってます。でチャージレギュレーションね、もし1個ソケット使ってるんであれば、このウートレッドの前兆を入れるとねスキルのレベルがプラス3になりますんで、もしね何も入れてないんだったらこのウートレッドの大移動を入れればね一緒のレベルになるのかなと思います。スキル構成はこんな感じなんですけれども、この攻撃面に対してのねこの仕組みっていうのは結構いろんなものが絡んだ中でめちゃめちゃ強くなってるんで、1回の説明でねもしわからないなという方がいらっしゃいましたら、何回か見ていただいたりね、前回までの動画っていうのをね見ていただけたらなと思います。いろいろ説明の仕方っていうのは変えてますんで、よろしくお願いいたします。はい、では次パッシブツリーなんですけれども、パッシブツリーまずアセンダンシーですね。まずここ、私は雷であり雷ビルドなんで雷のダメージを獲得しています。恵みを通して導いてっていうものでスピリットをめちゃめちゃ稼いでいますね。鎧のエナジーシールド8ごとにスピリットプラス1、鎧の回避力20ごとにスピリットプラス1なので、鎧がねめちゃめちゃ回避力とねエナジーシールドを持っているものをハイブリッド型のを選んでいる次第
になります。我が敵を切り裂け。クリティカルヒットは敵のモンスターのマイナスでない元素耐性を無視する。これでね、モッドとかでよく元素耐性がね、元素耐性がね、プラス39とかこういうのがあると思うんですけども、これ60とかね、どんどん盛られていっちゃうんですけども、全然関係なしでね、攻撃を与えられるっていうことになるんで、めちゃめちゃ強いかなと思います。そしてこの敵を粉砕し、風に乗って飛ばせ。これでね、スキル構成の時に話したエレメンタルエクスプレッションを入れている感じになります。もし防御面が心配であるなら、エレメンタルエクスプレッション取っちゃってもいいのかなと思うんですけれども、取った場合はこのメディテートエナジーシールドをね増やしてあげてもいいのかなと思います。私はもうこれ以上ねエナジーシールドいらないかなと思ってるし、このヘッドハンターでね敵のバフをもらってね8000とかいくんでいらないのかなっていう風に思ってるんで、ここを取っている次第になります。あと今私はレベル100なんですけども、レベル90台からのレベリング方法みたいなのは以前の動画で解説してますんで、そちらを参照していただけたらなと思うんですけれども、基本的にはこのビルドアタックスピードがめちゃめちゃ重要になってくるんで、こういうところですねアタックスピードを取るような感じになっていきます。ここもアタックスピードですね。ざーっとこうゆっくりジュエルの方はまずここで進行のプリズムダイヤモンドで全てのテンペストフラリースキルのレベルを3にしてます。これはしてもしなくてもいいのかなと思うんですけども、私はもう極限までスデモンク君を強くしたかったのでこれを入れている次第になります。もしいらないんであればね、ここのソケットで別のものを入れるなりしてもいいと思いますし、1234この4ポイントをね、例えばここに回避力とエナジーシールドを増やしてもいいと思いますし、好きなようにしていいのかなと思います。あとはね、ここのエナジーシールドのリチャージが 15% 早く始まるとかね、このリチャージレートとかリチャージが早く始まるっていうのを取るっていうのもね、生存力が上がりますんで、こういうのを取っていってもいいのかなと思っています。実際に私も前は取ってたんでね。あとはこの辺のアタックダメージとかを取っていくと、体感なんですけれどもスタッカリングパームでヘビースタンしやすくなったので、この辺は積極的に取った感じですね。あとはここ溢れる力で最大パワーチャージをプラス2にしてるんで、最大5個までパワーチャージが貯めれるようになっています。最大5個って言ってもすぐ貯まるんで、5個のパワーチャージでこのフォーリングサンダーボスにボーンって打つとね、めちゃめちゃとんでもないパワーを発揮します。で、他のジュエルなんですけども、井戸の心臓ダイヤモンドで追加の雷ダメージとね、今回霊気ダメージにしてるんですけども、ここ別に霊気じゃなくても火のダメージでもいいのかなと思います。あとはアタックスピードを増やしてね、クリティカルダメージボーナスを増やしている感じになります。ここは闇との対立タイムロストダイヤモンドで追加の火ダメージと追加の雷ダメージを入れている感じになります。ここに入れることでね、追加の火ダメージ、追加の雷ダメージがね増やすことができているんで、ここに入れている感じになりますね。で、最後のジュエルがメガロマニアックダイヤモンドで稲妻のような素早さと目つぶしを割り当てています。稲妻のような素早さっていうのはここですね。ライトニングクイック、雷ダメージが 14% 増加とアタックスピード、キャストスピードが 8% 増加。これめちゃめちゃ強いですね。そして目つぶし、サンドインザアイズ、これでアタックスピードを増加させている感じになります。やっぱり何にしてもアタックスピードが移動スピードみたいになっていきますんで、盛れば盛るほどいいのかなと思います。ただその分ね、デメリットとしては攻撃が速くなるんで、このマナ消費問題っていうのがすごいあるんで、はい、これだけは気をつけていただけたらなと思います。で、マナ消費問題も出たんで装備品いこうかと思うんですけれども、このリングですね。リング2つのうち1個どちらかにマナリーチですね。物理アタックダメージの何%かをマナとしてリーチする。これを入れてもらわないとマナがね、枯渇してしまいますんで、これは絶対にどっちかのリングに入れてもらえたなと思います。それ以外のリングはフラットダメージと耐性を盛るものにした方がいいのかなと思っています。こちらの方もフラットダメージ。こっちは雷ダメージがね、増加っていうのが入ってるんですけども、基本的にはフラットダメージ、雷ダメージと耐性、リングでできる限り耐性を持った方が絶対にお得かなと思っています。ヘルメットの方ではエナジーシールドですね。エナジーシールドを稼いでいます。パッシブの方でね、この偽装の仮面を取ってるんで、ヘルメットでエナジーシールド稼げば稼ぐほど回避力が上がる仕組みになってるんで、もう今ね、装備品がね、すごい安くなってきてるんで、この辺のレベルのやつなんかもね、100ディバインとかね、下手すら数十ディバインとかでも出たりしてるんで、ちょっと頑張ればね、買えるんじゃないかなと思います。で、ボディアー
マーなんですけれども、ボディアーマーはさっき言った通り回避力とエナジーシールドのハイブリッド型がいいのかなと思います。ここのアセンダンシーでね、エナジーシールドと回避力でねスピリットがいっぱいもらえるからっていうことなんですけども、グローブはフラットダメージをモリモリにした方がいいかなと思います。あと必須なのは近接スキルのレベルがプラス2、アタックスピードはあったら絶対にいいですね。これがあるだけでだいぶ高くなっちゃうんで、最初はなくてもいいのかなと思うんですけれども、できたらねあった方がいいのかなと思います。あとはソケットされているアイテムの効果が 100% 増加する、これがあるとこのアタックスピードを上げるねシリウスのタリスマン、これがめちゃめちゃ増加して結局アタックスピードが 48% 増加してくれるようになるんで、理想はフラットダメージ3個、残りがこの3個っていうのがいいのかなと思います。リングとボディアーマーとかだけでね耐性持ってくっていうのはかなり大変なんで、最初は難しいかなと思うんですけども、できたらグローブこんな感じでね攻撃力をめちゃめちゃ増やしてくれるものになるんで、ゆくゆくはグローブで耐性を取らないような仕組みにした方がいいのかなと思います。ブーツなんですけれども、回避力を盛るようなブーツを探した方がいいのかなと思います。実際今回避力 62% なんですけれども、このインボーカーはアーマーは持ってないし、ブロックなんか絶対持ってないし、回避力しか持ってないんですよね。回避力はできるだけ持った方がいいのかなと思ってるんで、ブーツはねぜひこの回避力に特化したものを選んだ方がいいのかなと思います。そして基本的に攻撃でテンペストフラリーで移動することが多いんで、移動スピードは 35% じゃなくても全然いいのかなと思っています。アミュレットのイントで圧倒する一撃っていうのを取っていますね。圧倒する一撃でクリティカルヒット率を増加させて、クリティカルダメージボーナスも増加させて、スタン蓄積が 20% 増加させてるんで、これ私一番好きなイントなんですけれども、これを入れている感じになります。ヘッドハンターも今季だいぶ安くなってるんで、お好きなものを選べばいいかなと思うんですけれども、このパッシブツリー上ですね、今回この素手文句筋力がなかなか間に合わなかったりもするし、器用さもねスキルのジェムのレベルによっては厳しいものがあったりするんで、筋力と器用さが結構高いものを選ぶとビルドの幅が広がるのかなと思います。あとはこのねエナジーシールドが増えるものなんかついてるといいのかなと思います。でチャームの方はこの黄金のチャーム3つ入れてますね。1個がこの猫の精霊ですね。回避力が 60% 増加して、クリティカルヒット率が 100% 増加して、スキルスピードが 30% 増加して、移動スピードが 15% 増加します。でもう1個のチャームがこれ鹿の精霊ですね。こちらの方は元素耐性が 30% 上がって、スキルスピードが 30% 増加して、移動スピードが 15% 増加して、ダメージの 20% を追加雷ダメージとして獲得すると。あとはですね、プレイヤーは雷の稲妻を降らせるカエルの精霊を定期的に召喚するっていう風になってるんで、これなかなか今回のビルドにはいいのかなと思って入れています。でこれは普通の黄金のチャームなんですけれども、これ全部ユニークの黄金のチャームにしてもいいんですけれども、そこまですることないかなって思って別にこれはこのままにしています。で他の動画でも言ってるんですけども、この黄金のチャームたちっていうのはレアまたはユニークの敵をキルした時に使用されるんですけれども、これ3つ装備してるからっつって1体のレア敵を倒した時に3つ一気に発動するわけじゃないんですよね。1体の敵に対して1個ずつしか発動しないんで、この黄金のチャームって発動したらアイテムのレアリティが 15% 増加するんですけれども、1体のレア敵に対して 15% しかレアリティは増加しません。レアの敵が3体まとめていたりしたら、もしかしたら一気にこれ発動するのかもしれないですけども、そしたらこの1秒間しか持続しないんですけども、1秒間レアリティが 45% 増加するのかもしれないですけども、そんな確率を狙うよりは 15% ずつしか増加しないんだなと思った方が気持ちが楽かなと思います。でこのフラスコですね、このフラスコも以前動画にしてるんで詳しくは動画を見ていただけたらなと思うんですけれども、このマナフラスコを2つ装備しています。やり方っていうのはこのウエストゲートヘビーベルトっていうものを使って、まず最初にこれを装備させちゃいます。そうするとこのベルトの効果でマナフラスコをどちらのスロットにも装備できるってなってるんで、マナフラスコ2個装備できるんですよね。で1回ここに装備しちゃえば、あとはもうお好きなベルトに変えて、別に持ってなくてもいいんで、これでゲームやめてまた次ログインした日でもね全然これ
このままで発動しますんで、1回だけねこのウエストゲートヘビーベルトでマナフラスクを入れてあげればビルドの完成となります。そしてね、なんでギチはこんなことしてるんだってお思いの方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、このフォーリングサンダーに入れている電撃薬品ですね。電撃薬品はマナフラスコチャージの最大値の 20% と同量を消費して、マナフラスコチャージごとにダメージの 3% を追加の雷ダメージとして獲得するんですよ。これの検証動画っていうのが先ほどから言っている動画になりますんで、詳しくはそちらを見ていただきたいんですけども、これめちゃめちゃ強いんですよね。これ見ててくださいよ。ほら、さっきのベルト外してもちゃんと発動してるんですよ。これはぜひね、ライフフラスクを使わないこのエナジーシールド CI 型の人にはね、絶対にもってこいの技だと思いますんで、参考にしていただけたらなと思います。はい。で、今まで動画にしてこなかったんですけども、このアトラスパッシブですね。こちらを説明したいかなと思います。皆さんね、こんなのもう似たり寄ったりだと思うんですよね。私も 0.2 の時もあんまり変わってないんですよ。っていうのもアトラスパッシブ自体がね、全然増えてないんで、これが 0.4 になった時にね、また変更されたら面白くなるのかなと思ってる次第なんですけれども、基本的には明治モッドの効果が増加するものとか、パックサイズが増加するものばっかり取っています。あとはレアリティ増加とかね、アイテムの数量増加とかね、この辺もIIR とかね、IIQ の動画っていうのをね、最近出してますんで、結構ニッチな動画なんですけれども、なかなか評判がいいんで、よかったら見ていただけたらなと思います。で、私この黄金のチャームとかつけててね、レアの敵とかユニークの敵をキルした時にね、レアリティが上がるようにしているんで、パックサイズ増加っていうのでね、IIQ を増やしてね、ここでね、レアモンスターの数をどんどん増やしている感じになります。そしてこの辺はシュライン関係を取ってるんですけれども、シュラインのバフの持続時間とか効果が 50% 増加するとかも取ってるんですけども、これ何かっていうと、ここにある探求のシュラインですよね。このシュラインを狙ってるんですよね。見つかるアイテムのレアリティが増加している。これを狙ってシュラインを取っている感じになります。で、他のツリーなんですけれども、私が遊んでる中で必要なのはこのブリーチですね。ブリーチはこの形状で遊んでいます。で、結構こっちを取ってる人、ここのね、密度が 10% 増加をね、取らないで、こっちを取ってる人もかなり多いのかなと思います。なんでみんなが取ってんのかっていうのは、多分このソウルイーター、モンスターが死亡した時にスキルスピード 1% 増加および受けるダメージの 1% 低下を4秒間獲得するっていうモッドなんで、レアブリーチモンスターを倒すとね、ヘッドハンターを持ってるとこれが自分につくからなのかな、もしくはレアのモンスターとかって、モンスターは基本的にモッドがつけばつくほど強くなるじゃないですか。強くなるってことはいいドロップテーブルになる可能性があるってことなのかなっていうふうに考えたんですけれども、私は基本的にこの密度をね、マシマシにしたくてこっちを取っている感じになります。私個人の体感ではこっちの方が好きです。もちろんこっちがいいっていう人はこっちにすればいいと思います。で、次このマップボスですね。マップボスはもう普通にこういう風にここまで取っている感じになります。ここはシュラインを取っている感じですね。で、エクスペなんかも全然遊んでないんで、今期はもう適当に取っています。デリリウムも単独で遊ぶことが少ないんで、このシミラクラブのスプリンターね、結構集めるとね、高く売れるんで、こんな風にしてはいるんですけども、実際は適当に振ってるだけですね。で、このリチアールは、これは王道なのかなと思いますね。こんな感じに取っています。リチアルは 0.3 開始した頃にはよく使ってましたね。リチアルとブリーチで遊んでました。ブリーチはもちろんなんですけれども、リチアルもモンスターが出てくるんで、レベル上げには結構良かったんですよね。高単価のね、お告げとかも拾えたんで、リチアルとブリーチでレベル上げをしてたっていう感じになります。はい、ということで、私のこの愛すべきスデモンクくんの現状と軽いね、今までの動画のまとめっていうのをお伝えしてきました。IIR とか IIQ とか、今喋ったもの以外でもね、掘り下げてって一つ一つ動画にしているものもありますんで、もしよければその動画とかも見ていただくと、このビルドのね、やってみたいなって思ってくれる人もいるのかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。で、今後についてなんですけども、実はまだ何も考えてないんですけども、ポエ1は現段階では今
今回は見送ろうかなっていう風に考えています。もしかしたらやるかもしんないけど、現段階では見送ろうかなっていう風に考えています。なので次のリーグまでポエ2人口ってこれからどんどん減っていく状況で、それは分かってるんですけども、何かしらポエ2の動画をね、検証なり深掘りなりなんか上げていこうかなとは考えたりしていますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。では、もしこの動画が良かったと思っていただけたなら、高評価、チャンネル登録していただけたら次の動画の励みになります。最後まで見てくださりどうもありがとうございました。失礼いたします。